皆さんこんにちは、こたつマニア、です。さて、今回作るのは、光るオブジェクト、です。いろんな場面で、効果的に使うことで、あなたの作品をドラマチックに彩ってくれます。それでは、とっても簡単な、光るオブジェクト、を、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。まずは、オブジェクトを指定して、上部ツールバーから、マテリアル、を呼び出しましょう。タイプは、下方、にタップして変更。常にライトなし、をタップしてチェック。オブジェクトから光や影が消失してしまい、一見平面に錯覚しますが、ギズモで回転すると、ちゃんと球体だとわかります。それでは、落書きを消しまして、次のステップへと移りましょう。左上のツールバーから、ポストプロセス、を選びます。ポストプロセス、をタップしてチェック。ドラッグして下へスクロールしたら、ブルーム、をタップしてチェックします。強度、や、半径、はお好みで。しかし、この方法は注意が必要で、他のオブジェクトにも作用してしまいます。例えば、隣の赤い球体をライティングしてみます。ブルームの強度をドラッグすると、赤い玉の明るい部分も干渉しています。つまり、画面内のすべてのオブジェクトに適用しますので、使用する場面を選ぶでしょう。例えば、霧の中に漂う小舟のシーンとかに使えば、特別な効果をもたらすかもしれませんね。さて、もう一つの方法です。同じく、ポストプロセスをタップして呼び出して、ブルーム、をタップしてチェック。ここまでは同じですが、次に、オブジェクトを選択して、シーン、をタップ。シーン内の、クローン、をタップします。オブジェクトが重なって、光量が増しています。この方法だと、他のオブジェクトに干渉することなく、光るオブジェクトを作ることができます。クローンによる光量の変化を並べてみます。オブジェクトのカラーは白です。画面のように変わっていきます。クローン ×3 とクローン ×4 を比較すると、白色ではあまり変化が現れていませんね。効果的なのはクローン ×3 まででしょうか？カラーでの表現はこんな感じです。光の変化も合わせて確認してみますね。最後に、今回の光るオブジェクトの効果的な使い方の一例をご紹介します。オブジェクトをクローンして縮小。発光体中心付近の明るい部分を作ります。少し明るい同系色に変更しました。シーンで
クローン ×3。効果的で自然な、発光バランスに縮小。お好みで。発光オブジェクトには残念ながら、他のオブジェクトを照らしたり、影を落とすことはできません。あなたが作った空間に配置したい場合には、このアイテムが効果を発揮します。しかも、とても簡単です。左上部ツールバーから、シェーディングをタップ。ライトを追加をタップ。中央上部ツールバーから、ライトのタイプをタップ。ライトの種類から、ポイントをタップして選択しました。上部ツールバーから、強度を調整します。ライトはギズモを使って、光るオブジェクトの中へ移動。再度、上部ツールバーの強度や、ライトの位置を調整します。光るオブジェクトはブルーなので、上部ツールバーから、ライトの色を変更します。さて、いかがでしょうか？ライトの色がとても効果的ですね。もちろん、光るオブジェクトのカラーを変更しても、ライトの色を意識して変更すれば、様々なステージを演出してくれます。皆さんは素敵なシーンを作ってくださいね。私は、例えば、7月13日は、オカルト記念日。おめでとう、すべての、オカルトマニア。ずいぶん長い付き合いのテレビが壊れてしまった。家族で大笑いしたバラエティ番組。家族で息を飲んで見守ったニュース速報。ずいぶんいろんな思い出を見せてくれたものだ。うちの猫もテレビとの最後の挨拶をしている。私はいつもの癖で、リモコンのスイッチを押してしまった。テレビはゆっくりと明かりを灯す。ただの光と無音の番組を映すだけだ。あれ、おかしいな。ずっと前に、プラグを抜いた、はず？おい、猫よ。君には、一体何が見えているんだい？お粗末様でした。